なんですけどいくつかあって、1個が、物語の章特別の依頼ですね。でこれが推奨ランクが D なんですよね。なんでちょっと受けれない、白根の冒険者ランクが F ランクというわけでちょっと難易度が高いので、無理で、サブシナリオでいっぱい以内が簡単なものなんですけれども、もうちょっとなんか難易度の高いものがやりたいなと思うので、パーティーシナリオゴブリン洞窟の相当募集が回復1でランクが F 以上、パーティーシナリオのゴブリン洞窟の相当からやっていきたいなと思います。募集主のグレイグはおそらくギルド内のどこかにいるでしょう。彼にどういうふうに声をかけますかと選択が出てるのですが、1、ギルド内を見回し戦士グレイグを探す。2、受付のバルガスにグレイグの所在を尋ねる他にいろいろあるんですが、とりあえずグレイグさんを探したいと思います。あなたは掲示板から目を離しギルド内を見回しました。午前中のギルドは多くの冒険者でにぎわっており、さまざまな声が飛び交っていますと、酒を酌み交わす者、地図を広げる者、装備の手入れをする者、その中であなたはひときわ目を引く人物を見つけました。ギルドの奥にあるテーブルの一つに大柄でがっしりとした体格の男が座っています。彼は使い込まれた重厚なプレートアーマーを身につけ、テーブルには体剣が無造作に立てかけられています。その顔にはいくつかの傷跡があり、厳しい表情で腕を組み、時折周りの冒険者たちに鋭い視線を送っているようです。彼の隣にはまだ空席がいくつか見えます。おそらくあの人物が募集主の戦士グレイグでしょう。あなたは彼にどう声をかけますか？というわけで、グレイグのテーブルに近づき声をかけたいと思います。なんて声かけようかな。はじめまして。というわけで、はじめまして、新刊のシドネと申します。依頼掲示板を見ましたと声をかけたいと思います。あなたの声にグレイグはゆっくりと顔を上げました。彼の鋭い眼光が一瞬あなたの全身を値踏みするように見つめます。しかしすぐにその視線は穏やかになり、武骨な顔にかすかな笑みを浮かべました。というわけで親切そうな人ですね。新刊か、まさかお前さんのような若い娘さんが俺の募集に興味を持つとはな。彼は腕組みをほどき、隣の空席を手のひらで軽く叩きました。座れ、話を聞こう。彼の声は低く響きましたが、予想よりもずっと友好的な響きでした。あなたはグレイグの向かいの席に座ります。グレイグは大きな体をテーブルに預け、真剣な眼差しであなたを見つめました。掲示板を見たと言ったな。ゴブリン洞窟の相当についてかと、ここで選択肢で、はいそうです、回復薬を探していると伺いました。あなたの返答にグレイグは満足そうに深くうなずけました。彼の顔にはどこか期待の色が浮かんでいるようにも見えます。その通りだ。ゴブリンの群れ相手では回復薬は必須だからな。お前さん、新刊だと言ったな。どの程度の癒しの力を持っているんだ？ゴブリン洞窟はただの相当任務ではない。時には手強い相手も出てくる。それにまだ若いようだが覚悟はできているのかと、なかなか慎重な性格みたいですね。というわけで、ここでユーザーのターンです。とりあえず回復スキルについて説明したいと思います。回復スキルを持っていることは分かった。だが実践経験はどの程度ある？ゴブリン洞窟はそこらの野良犬を相手にするのとはわけが違うぞ。グレイグは再びあなたの心構えを試すように問いかけました。実践経験はないですね。猫探ししかしてない。ここでユーザーのターンなんですが、正直に実践経験は少ないことを伝えますかっていうのと、次に迷子の猫探しの依頼を例に出し自分の冷静さをアピールしますってあるんですが、猫探しってアピールになるのかな。でも猫探しをやったのは確かなので、なかなかそんなに冷静に猫を見つけたような気もしないので、目が良かっただけのような気がするので、ここは正直に
迷子の猫探しの依頼をこなしたけれど実践経験はないと正直に伝えることにしました。少し躊躇しながらも正直に答えることを選びました。正直に申し上げますと実践経験はございません。ですが先日迷子の猫探しの依頼を無事に達成することができました。小さな命を救うためとはいえ危険な廃屋にも臆することなく踏み込み冷静に対処できたと自負しております。すごいなんか会社の面接みたいになってきちゃって。グレイグはあなたの言葉にじっと耳を傾けていました。特に迷子の猫探しのくだりでは彼の口元にかすかな笑みが浮かびました。ふむ、迷子の猫探しか。それはそれでなかなか骨の折れる依頼だったろうな。結構評価してくれてる。よかった。その表情からはあなたの正直さと小さな依頼にも真摯に取り組む姿勢を評価しているように見受けられます。実践経験がないのは気がかりだが、お前さんのその真摯な目と回復のスキルは確かに魅力だ。それに臆病な猫を廃屋から連れ戻した胆力も悪くない。よかろう、お前さんをパーティーメンバーとして迎え入れよう。だがこれは遊びではない。ゴブリン洞窟は新米には厳しい場所だ。そうですね、確かに冒険者になって2日目なんで、俺が必ず前線で守るがお前さんも気を抜くなよと。なかなか頼りになるゼーンさんですね。どうやら採用してもらえたようです。彼はあなたの目を見て力強く言いました。よし、決まりだ。俺は戦士グレイグ、よろしく頼むしろね。これであなたは戦士グレイグのパーティーに加入し、パーティーシナリオゴブリン洞窟の総統に参加することが決定しました。時刻は午前11時40分になりました。というわけでここでユーザーのターンですね。1、グレイグに改めて挨拶し感謝を伝える。2、ゴブリン洞窟の総統について具体的な作成や注意事項を尋ねる。3、他にパーティーメンバーはいるのか尋ねる。4、出発前に準備したいことがあると伝えるとあるので、そうですね、とりあえずまずはグレイグさんに挨拶をと感謝を採用していただきありがとうございますと伝えて、で他にパーティーメンバーがいるかとっても気になるので聞いてみたいと思います。グレイグさん、ありがとうございます。未熟者ですが精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。困ったことがあれば遠慮なく言え。俺が前線で道を開いてやる。すごいです。頼りがいのあるリーダーですね。そしてあなたはもう一つの疑問を尋ねました。他にパーティーメンバーの方はいらっしゃるのでしょうか。今はまだ俺とお前さんだけだ。掲示板を見ただろう。回復役と光栄を探している、お前さんで回復役は決まったが光栄がまだ見つからなくてな。このまま2人で向かうか、それとももう少し待つか。というわけでここでユーザーのターンですね。1、光栄が見つかるまでもう少し待ってみませんか。2、2人だけでもこの依頼を達成できるでしょうかとあるので、とりあえず仲間が多い方が良さそうなので、光栄が見つかるまでもう少し待ってみませんかと言ってみます。あなたの提案にグレイクは顎に手を当ててしばらく考え込みました。そして再びと深くうなずきました。そうだな、お前さんの言う通りだ。光栄がいればより安全に任務を進められるだろう。よし、わかった。もう少しだけここで待ってみよう。運が良ければすぐに良い光栄が見つかるかもしれん。だが長々と待つわけにもいかん。せいぜいあと数時間というところか。そうですね、今ね11時50分だから出ないと帰りが遅くなりそうな気もしますね。光栄を待つ間、あなたはどのように過ごしますかというわけで、1、グレイグにゴブリン洞窟の具体的な作成や注意事項について尋ねる。2、ギルド内の他の冒険者に光栄の適任者がいないか探してみる。3、出発前の準備として装備や所持品を確認する。4、ギルドの掲示板をもう一度見てみる。他の依頼に目を奪われる可能性もある。他の依頼に目を奪われるのはとても失礼な気がするので、グレイグさんとちょっと雑談してみたいと。ゴブリン洞窟の具体的な、作戦や注意事項について聞いてみます。グレイグさん、光栄の方をお待ちしている間にゴブリン洞窟について詳しく教えていただけますでしょうか。良い心がけだ。ゴブリン洞窟はアークライト、ここ首都ですね、首都アークライトから北西に半日ほど行った場所にある。もともとは古い採掘場だったようだが、今はゴブリンの巣窟と化している。洞窟の入り口付近には数匹のゴブリンが巡
回しているだけだ。だが奥に進むにつれて数が増え、より大型のゴブリンや弓を持ったゴブリンアーチャー、時には呪術を使うゴブリンシャーマンも出現する可能性がある。結構難易度が高いような気がしますね。というわけで、グレイグさんから、洞窟の詳細を聞きました。光栄が出てくるまでどうしようかな。ここでユーザーのターンなんですが、ということでここでは、光栄候補が出てくるまで待ってみたいと思います。それでもし時間内出てこなければ2人で洞窟に行けるかグレイグに尋ねてみたいと思います。というわけで出てくるでしょうか。これは AI さん次第なんだけどどうかな。あなたはグレイグの説明を聞き終え、光栄候補が現れるまで待つことを選びました。グレイグもその判断に同意し、2人はテーブルで待機することになりました。午後2時だ時間はゆっくりと流れていきます。時折新しい冒険者がギルドに入ってくる姿も見えますが、グレイグのパーティー募集に興味を示す光栄の冒険者は現れませんでした。午後2時を回りました。どうやら今日は光栄の適任者が見つかるのは厳しそうだな。結構厳しいですね。1人ぐらい名乗り出てくれるかなと思ったんですが、誰も出てこなかったようです。というわけで2人だけでも依頼を達成できるかちょっと相談してみたいと思います。グレイグさん、2人だけでもこの依頼を達成できるでしょうか。2人だけか。正直に言えば楽な任務ではない。だが不可能だとは言わん。俺は前衛としてお前さんを必ず守る。お前さんの回復力があれば俺が多少の傷を負っても任務は続行できるかもしれん。その分お前さんにかかる負担は大きいがな。結構厳しそうですね。これキャラクターロストありで MP とか HP もちゃんと設定しているんで MP がなくなればもう回復できないんですよね。グレイグ、最終的に決めるのはお前さんだ。白ね、2人だけで挑む覚悟はあるか。無理はさせたくないが、もし行くというなら俺は全力でお前さんを支える。ここでユーザーのターンですね。1、はい、覚悟はできています。2人で行きましょう。2、やはりもう少し光栄を待ちたいです。でも半日かかるんだよね。もう夜になっちゃいそう。3、この依頼は諦めて他の依頼を探しませんか。それはちょっとグレイグさんが募集出してるのになかなかそれは言えないのでどうしようかな。というわけでちょっと積極的な動きをしたいと思います。4、ギルド内にいる良さそうな公平に声をかけてみたいと思います。ちょっと待ってるだけだとどうも厳しそうなのでこっちからアピールしたいと思います。あなたはグレイグにギルド内にいる良さそうな公園に声をかけてみたいと伝えました。グレイグは少し驚いたような顔をしましたがすぐにそうか、まだ諦めんか、無理強いはしない、だがあまり時間もないぞとあなたの行動を尊重しつつも時間の制約を軽く示唆しました。もう2時だもんね。あなたは再びギルド内を見渡し光栄として適任な人物を探します。あなたはいくつかの人物に引きつけられました。1、カウンター近くで地図を広げている細身の女性石膏、背には軽装の弓を背負い鋭い目つきで地図を凝視しています。彼女の動きは素早そうで警戒心も高そうです。2、酒場の隅でブツブツと呪文のようなものをつぶやきながら古びた魔導書を読んでいるローブ姿の男。顔はフードで隠れていますが時折魔力のようなものが溢れているように見え、周囲の空気さえもわずかに震わせているような印象です。3、入り口近くの柱の陰でナイフの手入れをしている小柄な人物。性別は不明ですがその身のこなしは軽やかで隙あらば獲物に飛びかかりそうなどこか危険な雰囲気を醸し出しています。